今日は入試あるあるクイズから始めるよ。日本の輸入品目で金額1位は何でしょう？なんだろう。外国から買ってるってことは日本には少ないか。ないってものだよね。ヒント、油。先生が不敵な笑い方してる。ヒントのふりした。引っ掛け。なんだろう。サラダ油、菜種油、ごま油、コーン油、紅花油、米油、オリーブオイル、ココナッツオイル。忘れちゃいけないバターとなど。俺パンちゃんの食べ物欲ちょっと舐めてたかも。お見事ね。でも残念ながら食べられる油の話ではありません。ひょっとしてペリーさんのところで出てきたクジラ油とか？あったね。アメリカの人たちが日本のそばまでクジラ取りに来ていた話、明かりにしてたんだよね。みんながテストに出ないところまでしっかり覚えていて、私とっても嬉しいな。やる気が湧いてきたぞ。今日もいっぱい話そっと。日本の輸入品目で金額1位は石油です。主にサウジアラビアとアラブ首長国連邦から輸入してる。今日は石油の話をするよ。日本が石油をたくさん輸入していること、主に中東から輸入していることはテストでも非常によく出てくる話です。ちなみに今回のこの後の内容はもちろんそっちはテストには出ません。やっぱりか。イワシの油やクジラの油が明かりに使われてた時代って何世紀ぐらいの話だった？嫌でござるよペリーさんだから1853年で19世紀だね。その通り。1700年代半ばからヨーロッパやアメリカでは石炭を動力にした機械、鉄道や蒸気船などの開発が進んでいたの。これを産業革命って言います。そういえばペリーさんが乗ってた船は蒸気船で石炭を買いながら移動してたけど、それより前に来た船は全部風で動く帆船だったよね。ちょうど時代の移り変わりだった。これまで自然や動物、人間の力で動かしてきたものが機械によって動くようになったから大量に物が作れるようになったり、今までじゃ考えられないようなスピードでいろんなところに行けるようになったんだ。そして当時のアメリカでクジラの油が明かりに使われていたことは話した通り、その時代に新たな油、石油が登場するよ。石油は古くは今から6000年前、メソポタミア文明の中で石像の接着剤、エジプト文明やインカ文明ではミイラの保存用に使われてた。人類の歴史にも密接に関わってたものなんだ。2000年前の中国や日本の飛鳥時代の文献に燃える水として登場してる。その後は世界各地で塗り薬として使われてた記録が残っているよ。日本でもね、江戸時代にクソーズと呼ばれる石油が明かりや薬として越後の国、今の新潟県で使われてたんだ。アメリカ大陸に住んでいた原住民族、この人たちの塗り薬の原料としても石油は使われていました。薬？そう、湖に浮かんでいた黒い液体を塗り薬として使っていたの。リウマチや内身などに塗ってたそうよ。アメリカの独立戦争の時の兵士は飲んで下剤として使っていたって。石油飲んだらお腹壊すよ。下剤じゃなくてほぼ毒。そんな石油なんだけれどね、当時は実は嫌われてたんだ。アメリカでは塩を作る時には井戸を掘って塩水を汲み上げていたんだけど、そこに石油が混じってたの。石油が混じった塩は売り物にはならないんだ。地面を掘ると塩って海水を蒸発させて作るんじゃないの？井戸から真水じゃないものが出てくるなんてすっごく不思議。日本は周りが海に囲まれているから海水から塩を生成するけど、そんな環境の国は実は特殊で世界各地様々なやり方で塩を作ってるのよ。この話は楽しいからまた別の機会に話そうね。石油が本格的に活用されるのは1850年代、ちょうどペリーが日本に来た頃よ。まずキアという人がアメリカの北西部にあるペンシルベニア州で塩水と一緒に取れる石油を分離して、そこから不純物を取り除く精製っていうんだけど、石油をこれを精製していたらね、なんとクジラよりも匂いが少ない明かり用の油が取れるってことが分かったの。その噂を聞きつけた銀行マンやビジネスマンがペンシルベニア州に石油を掘るための会社を作り始めたの。その会社に雇われた人の中にいたドレークさん。
この人が石油の時代のきっかけになります。あんまり聞いたことない人だね。湖の地下から湧き出るんだったら地面を掘れば黒い液体が取れるかもしれないって考えたこのドレークさんは機械を使って地面を21メートルも掘ったの。するとね、石油がドワーって出てきたのよ。1859年のことです。これが世界の歴史でも最初の石油のための井戸。アメリカでは現在国の歴史的な場所として認められています。20メートルってどんくらい深いの？バスケットボールのリングの高さが3メーター5センチで、それがだいたいビル1階分の高さだから、ビル6、7階ぐらいかな。イメージは湧いたかな？その深さの穴を掘って出てきた黒い液体、1日が約5000リットル。みんなのお家のお風呂を満杯にするとだいたい300リットルだから16杯ぐらい1日にこれだけ湧き出た。すっごい。でもそしたらさ、もうクジラ漁には行かなくていいってこと？命がけで日本まで行ってそんなんしなくてもお庭で OK ってこと？そう、革命的な大発見ね。ペリーさんがかわいそうになってきた。せっかく開国したのに慰めてあげたいな。大丈夫だよ、他にもいろんな理由があったじゃん。このね、石油から取れる灯油を燃料にしたランプは匂いも少なくてすすも出ないってことで大ヒット。その後いろんなところに石油を取る油田が作られます。さらに20世紀に入ると自動車が発明されて、その燃料として石油から取れるガソリンが使えるっていうことになってね、石油はどんどん世の中の人にとってなくてはならないものになりました。その後も飛行機の燃料になったり火力発電の燃料になったり、さまざまな石油を使った化学産業なども発展しました。石油資源を独占して大富豪になった人を生み出したし、石油をめぐっていくつもの戦争が起こったの。石油不足がその国の経済にダメージを与えるような要因になることもありました。現在もね、石油の価格や供給量って世界経済を左右するような最も重要な資源の一つなの。今回のメインは歴史じゃなくて石油そのものについてです。ここまでは導入部分。さあ今回はその石油についてどこまで話せるかな。今日は導入までがすでに長い。そういえばさ、石油と石炭って両方とも石って漢字が入るよね。何か共通点があるのかな？漢字に注目するのはいい視点ね。この2つはね、どちらも化石燃料と呼ばれるエネルギー資源です。化石の石だったんだ。化石って恐竜とかアンモナイトとかそういうの？そう、何の化石かっていうとね、植物プランクトンやバクテリアなど、これらの死骸が土砂の重みや地球の地熱などで数千万年以上から数億年っていう長い年月をかけて変化し、固体になったものが石炭、液体になったものが石油、あとね、気体になった場合は天然ガスって言います。じゃあ木炭とはまた違うの？備長炭とか。木炭は人が短時間で作る燃料ね。木炭は酸素が少ない状態で木を燃やした時にできるものなんだ。ネットや本で調べるとお家でも作れる、そういう木炭の簡単な作り方があるんだよ。夏休みの自由研究にこれはぴったり。一方でね、石炭や石油は恐竜の化石のように自然の中で長い年月をかけて作られるから、人間が作ることはなかなか難しいね。人工物と天然物の違いか、ごっちゃになってた。石油と石炭、石炭と木炭、違いは分かったかな？はーい。でも今って石炭ってあんまり使ってないよね。石油はよく聞くけど。そうだね、ペリーの時代は石炭で船を動かしていたけど、今は石油が主流だね。石炭は現在では火力発電所や製鉄所などでは使われているけれど、日常の中で目にする、話を聞くってことは多くないかな。理由としては、石炭は固形で持ち運びがしづらくてね、不純物も多いんだ。歴史的にはランプの燃料として石油が大ヒットっていう話をしたけど、その少し前には石炭から明かり用の油を取り出そうとしていたんだ。でも不純物が多くて匂いがするし、すすも出るからあんまり評判は良くなかったの。その一方で石油は液体だから持ち運びがしやすいし、不純物が少ないし、エネルギー量も多い。こういう状態を石油の優位性が高いっていうんだけどね。優位性が明らかになる、立場が逆転して優位性
性が覆されるとかね。先生が国語のテストに出そうなこと言ってる。石油のエネルギー面の優位性が明らかになったから、燃料の中心が石炭から移り変わっていったんだね。パンちゃんが一気に大人っぽくなった。日本では1960年代初めまでは石油は貴重品で、燃料といえば石炭が主流だったんだけど、1950年代に中東やアフリカなどで大油田が発見されたことから、世界中で石油がたっぷり使えるようになりました。もともと使いやすかった石油が安価に提供されるようになって優位性が明確になり、その後の産業では石油が主役になりました。すっごい、一気に石油が使えれるようになってる。この時期は高度経済成長と呼ばれる時期で、日本が世界第2位の経済大国になりました。所得倍増計画が発表されて、国民の収入も実際に2倍になってます。でも1973年にオイルショックによって石油の価格が前年の4倍になってしまいました。それ以降は原油の輸入量が落ち着いていきます。ここ10年ぐらいはさらに減少してしまいます。実はね、この流れだけで動画3本分作れちゃうくらいの話がいっぱいあるんだけどね。それを今回やっちゃうと、まんちゃんとハリーくんがぐったりしちゃうから、今回は省略するね。なんか説明が最後ずいぶんあっさりしてると思ったんだよね。石油が何なのか分かったところで、さらに細かい分類を見ていくよ。まず最初の湖に浮いていたり、井戸を掘ったら出てきた状態の黒い液体、この液体のことを原油と呼びます。これは地下から取り出したそのままの状態の油のこと。原油は取れる地域が限定されてます。主な産地は中東やアメリカやロシア、中国。原油が取れる場所、これは油田っていうんだけど、原油を欲しい人はいっぱいいるから、その土地を持っている人は大金持ちになれます。アラブの石油王とか言うよね。テレビで石油王がヨーロッパのサッカーチームのオーナーになったとか、有名な選手を連れてきたとかさ、そういうの見たことある。僕も石油王になりたい。お庭を掘ったら石油出てこないかな。日本の場合、新潟県で少し取れるけど量が少ないとか、水が多く混じってるとか、そういう理由で現在はほとんど生産されてないんだ。なんだかっこいい。お庭で勝手に穴掘ったら母さんに怒られちゃうよ。このね、掘り出した原油のままでは何にも使えないんだ。原油はね、たくさんの成分が含まれている混合物で、欲しい成分をその中から取り出さないといけないの。原油のままじゃ車に入れても全く動かないし壊れちゃう。そもそもすっごく臭くてドロドロしてる。欲しいものの取り出し方についてイメージを持ってほしいんだけど、お料理に例えると分かりやすいかな。みりんとまずお塩を混ぜます。みりんの原料欄を見てほしいんだけど、アルコールが含まれてるってことが分かるよね。じゃあこれ沸騰させるとこれどうなると思う？水が蒸発する。そうだね。でもね、その前にここに火をつけると、燃えてる。なんでお水から火が出るの？もしかしてアルコールが燃えてるの？ハリーくん正解。でもね、しばらく経つと、あれ？火が消えた。お鍋の中にはまだ液体残ってるのに。液体に含まれているアルコールだけが湯気になって飛んでしまったんだよ。アルコールと水って蒸発する温度が違うんだね。そこが大事なポイントよ。今やった実験は液体から気体になる温度、沸点を超えると液体が気体になるってこと。その沸点はそれぞれの物質で違うってこと。これをもっと加熱すると今度は水分が蒸発していく。最終的に残るのはお塩です。塩もね、沸騰させて気体にすることができるんだけど、なんとその温度は1400度。塩をその温度まで加熱した時にどんな感じになるのかは有名な YouTuber さんがやってるから、後で見てみてね。で、話は戻して、今回は燃やしちゃったけど、蒸発したものを元の液体に戻すにはどうしたらいいでしょう？気体になったものを集めて温度を下げる。ごめいと。こうやって温度を上げたり下げたりして特定の成分だけを取り出す作業、これを蒸留というんだ。蒸留という処理を通じてたくさんの成分の混合物である原油をそれぞれの成分ごとにバラバラにしていきます。これが原油を蒸留する機械です。大きい。
これは庭には置けない。そりゃそうだ。どういう仕組みになっているか説明すると、こっちがね、加熱炉っていうんだけど、中に原油を送り込んで、まず350度まで加熱する。そうするとね、原油全部が気体になるんだ。で、この気体をこっちの蒸圧蒸留塔っていう大きな入れ物に送り込む。この装置もね、高さによって温度帯が違っていて、それぞれの高さでそれぞれの成分を気体から液体に変えていくっていう仕組みなんだ。まず一番下は350度より低くなると液体になってしまうもの。これは重油とかアスファルトになります。重油はドロドロの液体で船の燃料とか火力発電に使われます。アスファルトは道路を舗装するのに使います。石油から道路を作るものができるんだ。次に240度から350度の間で液体になってしまう部分、ここからは軽油が取れます。軽油はバスやトラックの燃料になるよ。次に170度から240度で液体になるもの、これは飛行機のジェット燃料や灯油になります。灯油は燃やしても煙が出ないからストーブにも使われるよ。北海道や東北ではね、家の外に石油タンクがあって、灯油屋さんにお願いすると灯油を注ぎに来てくれるんだ。次に30度から180度、ここで液体になるのがガソリンやナフサです。ナフサって何？ナフサっていうのはね、さまざまな石油化学製品の原料になるものなんだけど、プラスチックやゴムになったり洗剤の原料になったりするんだ。ガソリンはご存知の通り車の燃料です。そして30度以下、普通の気温より低くなっても液体にならない気体になったままの状態、これらは LP ガスって言います。お家によって違うけど、家の外にこういう大きなボンベの中に入ってて、ガスレンジやお風呂を沸かすのに使います。もともとの原油、それと分解後の LP ガス、ナフサ、軽油などなどの石油製品と、その後の加工製品全部をひっくるめて石油って呼びます。まずは原油からさまざまな石油製品が作られることが分かれば大丈夫。原油からいろんな油が取れるってことだね。こんなにいろんな成分が入ってたんだ。この機械を作るのには高い技術が必要なんだよ。どこでもできるわけじゃない。で、こんな大きなものをとっても市街地には置いとけないよね。じゃあ一体どこに精製工場があるのかな、なんて話はまた長くなってしまうから次回に回そっか。お庭に作るのは嫌。また今回も終わんなかった。重さで言えば30万トン。なんと1日に200隻以上通過する場所なんだ。日本のタンカーが攻撃されたこともあった。日本の石油生成能力は7割まで落ち込みます。日本経済を支える重要な鍵っていうこと。